今回は綺麗なデカールアイの作り方を紹介したいと思います。2年ぐらい前ですかね、デカールアイの作り方っていうのを作成したんですけども、その頃よりかなり綺麗に簡単に作れるようになったのと、X でリッカさんがこの無料の交際データを公開されてるんですね。これは自己使用とお友達にあげるまでは OK。商用とかは不可っていうことなので、私の動画は収益しないということで、リッカさんの了承をいただいております。で、こちらはリッカさんの交際と、これが私が作った交際。あと、これが最近作ったさくなちゃんの交際ですね。これを使ってやっていこうと思うんですが、交際のデータは FireAlpaca とか ClipStudio を使ってるんですけども、そこの動画はまた別で作ろうと思いますので、今回はその交際データができた状態からの作り方になります。デカールシートは何を使っているかと言いますと、配給パーツさんの水転写式デカール自作用用紙、透明ベースというのを使ってます。これですね、ここに書いてあるように顔料インク推奨というふうに書いてるんですね。で、染料インクは今非推奨になっていてるんですが、一応できなくはないですね。プリンターなんですけども、私が使うのはここに推奨プリンターと書いてあるエプソン PXS505 これ使ってます。これですね、ネットだと多分1万円切ってるので、デカールを試しに作りたいっていう場合は、このプリンターを買うと結構ね、綺麗なのできます。今、私がお見せした愛は全部そのプリンターで印刷しているものですね。交際の土台はこういうですね、白いアクリルカボションというのを使ってます。これはバンドホールさんで200個7、800円で売っているもので、こういう袋にですね、たくさん入ってます。で、これ OK と書いてあるんですけども、その200個の中に、ちょっとですね、表面がなんかこう波打ったり、デコボコしてるものがあって、それをより分けるんですね。で、それをより分けた OK 分で、これ全部じゃないんですけども、それが入ってるんですけど、200個のうち大体 25% ぐらいは使えないものが入ってると思っておいた方がいいです。これにデカールを貼って作っていきます。こちらが印刷したものなんですけども、私はこういうですね、半分の用紙でですね、印刷してます。先ほどのエプソンで印刷したんですけども、かなり綺麗に印刷できます。ただですね、ドットがあまり細かくないせいか、精細な細かい絵はあまり出ないんですけども、とっても綺麗ですね。この裏にですね、印刷時、印刷後っていうのが書いてあるんですけども、印刷後にクリアコーティングが必要です。で、GSI クレオス、スーパークリア水、ガイアノツ EX クリアなどを吹き付けますって書いてあるんですけども、これは多分曲面をあんまり意識してないクリアなんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、普段使ってる艶消しスプレーでやると、表面がね、ちょっと硬くて、カボションってこう、なだらかな曲面になってるんですけど、これにね、ちゃんと貼り付かないんですよ。で、じゃあ何を使うかっていうと、私がですね、いろいろ試したところ、これですね。水性のプレミアムトップコートスムースクリア UV カットですね。これです。これはとっても良くて、他のクリアに比べるとちょっと柔らかいみたいで、この少しですね、これしなって、シワになりにくく、しっかりね、コーティングしてくれるんで、破りにくいっていうのがあります。で、これ高いんですけど、これですね。これ少し安いものなんですけども、これは、同じものみたいな感じなんですけども、これちょっとね、水溶性の有無の違いだと思うんですけども、こっちだとね、硬いんですよ。ちょっとね、これ安いんですけどね、高いんですけど、これを使いましょう。これ完璧です。もう一個、このプレミアムのトップコートで、グロスタイプっていうものがあるんですけども、これだと、やっぱりね、表面がちょっと硬くて曲がんないんですね。なので、多分これ、一択じゃないかなと思います。他のもので拭いて大丈夫だよっていうのがあればね、ぜひ教えてください。印刷した後の拭き方なんですけども、軽くこう、5、6回って書いてあるんですけども、5、6回拭いてもいいですし、私はめんどくさいんで、結構ですね、もうツヤツヤになるぐらいに拭いたのを2回で、2回だとちょっとですね、表面が弱いので、3回拭きます。3回拭くと表面が硬くなるので、
曲がりにくくなるんで、まあ本当はね、2.5 回とか2回ぐらいで抑えた方がいいんじゃないかなと思います。どれくらいの、吹き加減かっていうのをちょっとね、見せた方がいいですかね。これからこのスプレーの吹き方を説明するんですけども、まずこのプリンターで印刷した場合は、インクが乾いてないので、これをですね、ドライヤーでしっかり乾かしましょう。多分2、3分こうガーッと熱風とかでやった方がいいかなと思います。紙が曲がんないようにね、ちょっとね、離れ気味でやった方がいいんですけども、これを2、3分やってしっかり乾かした後にスプレーを吹きます。じゃあ、あとね、乾かしてみますね。乾燥してないうちに触ると、ピッてね、インクが崩れちゃうんで、なんかね、テスト用の印刷をしてみると、こうやって触って確かめることができるんですけど、多分2、3分やれば結構大丈夫じゃないかと思います。そしたら、これをですね、こういう段ボールとかに貼ります。で貼るときはもう何のテープでもいいと思うんですけど、私はマスキングテープをね、使ってます。これ何でもいいです。交際にかぶらないようにこうね、ちょっとつけましょう。ちょっとつけるんですけども、こうスプレー吹いた時にズバッとね、剥がれないように一応ねしっかりつけた方がいいですね。はい、こんな感じで、これでスプレーを吹くんですけども、外で吹くので吹いた結果をここでお見せしようと思うので、吹いてきますので少々お待ちください。今ね冬なので、もしこれから藍を作るとしたら、ね、しっかりこう温めてかき混ぜてね、攪拌してから使いましょう。こうやって回して、メーカーですと60秒ぐらいこうやって回してください。こう縦じゃなくて、こう下をこうやってねぐるぐるするように回してくださいっていうことなんですけど、あったかい方が結構混ざるので、手で温めながらね振るといいと思います。吹き方の方法は私はこんな感じで吹いてます。ヘッドだとね、こうやってシャーサーってやるんですけども、もうね、直吹き、ジュー、ジュー、ジューって。距離はめっちゃ近くて、このぐらいの距離感。で、もう、ブシュー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 って吹いて、垂れるぐらい、垂れる寸前ですね。ぐらいまでしっとり吹きますので、ちょっとね、吹いていきますね。はい。ちょっと吹きすぎ感があるんですけど、こんなテカテカです。今、近すぎたのと、吹きすぎたので気泡が出ちゃってるんですけども、気泡出ないようにね綺麗にやった方がいいですね。ちょっとねここら辺に出ちゃってますね。でこれで乾かすんですけども、これ逆さまにして乾かすと結構ほこりつかないので、これで乾かしてだいたい2回か3回で、3回やりたくない人は2回で1回こうデカール作ってどれだけの硬さかっていうのを見るといいと思います。であまり柔らかすぎたらちょっと 2.5 ぐらい吹く。でそれでもダメだったら3回吹く。で3回吹けばかなりですねしっかりするので、それを試してみてください。これが3回吹いたデカールです。段ボールから剥がす時にマスキングテープをピーって剥がすとこのデカールが剥がれちゃうことがあるんで、これですね、こう、ちょっと見た目は悪いんですけど、最終的に切るので、このテープをね、ナイフとかでこう切って、こうやって、テープは残しておいた方がいいんじゃないかなと思います。細かくね、できる人だしたら全然いいんですけど、私みたいにこうガサツでね、ボッと破ってしまうような人だと、デカールの表面のその印刷部分が破けて、またね、再印刷する羽目になるので、こんな感じでついたままがいいと思います。ここら辺にホコリがついてるんですけども、もう乾燥しちゃったものはですね、ホコリ取れないので、もしね、足りない場合は再印刷するとかするといいと思います。交際のカットは、こういうハサミでもいいんですけども、私はね、ちょっとちっちゃいハサミを使ってます。こっちの方がね、小回りが効くというか、切りやすいかなと思います。でアバウトにこうやってね、切っていきます。この時ね、交際を切らないように注意が必要なんですけども、こういうちっちゃいハサミは100均でも売ってますし、私は工作用の中でちょっと高いやつ、高いって言っても700円ぐらいなんですけど、それを買いました。でこれをね、交際1つずつカットしていって、で、この周りを
カットしていく感じですね。これ後でじゃあやるとしまして、これをね、カットしてみましょうか。で、交際カットするときは、結構はギリギリじゃなくても大丈夫です。なぜかというと、これは透明のデカールなんですね。で、この背景パーツさんには白のデカールがありまして、そっちの方がしっかりしてるんですけども、白のパーツの場合は、この縁をね、残した場合は白く残って、デカール貼った時に貼った感が出るので、私は透明を使ってます。なので、少しアバウトですね。結構ギリギリじゃなくて全然大丈夫です。ただあんまりね、大きすぎると、今度、貼るときに、要は、貼る面積が増えてしまうので、そんなに余裕あるサイズじゃない感じがいいと思います。で、このリッカさんのものは、この枠にね、こう滲んだ感じの表現があるので、ちょっとね、余裕を持たせてる感じがするんですけども、これは交際データの方の関係ですね。こういう感じでサクサク切ってきます。でこれは周りをにじませてないので、どれぐらいかっていうと、このぐらいで大丈夫ですね。このぐらい余裕ある感じでも。意外とね、木はギリギリまで切るってね、難しいんですよね。縁のサイズも均等に切るっていうのも難しいんですが、透明なのでね、意外と大丈夫です。あと切るとき、こう、端をここら辺から切ると、こういったところでした。こうですね。こういう風に切るといいと思います。これね、円なんでね、どこから切っても同じなんですけど、ね、どこから切ったらいいですかっていう質問もね、あるのでね、ちょっと言ってみました。全然リスナーさんには関係ないんですけども、もうすでにこんなに愛を作っているんですが、作っている過程でですね、お湯がデカールを貼るときに効果的だっていうことが分かったので、その貼り方と水でやった時とお湯でやった時の違いとかですね、そこら辺を解説したいと思います。これがお湯を入れる容器。コップだったら何でもいいんですけども、これに熱湯を注ぐばいいんですけども、やってる最中に温度が下がっちゃうんで、私はカップウォーマーを持ってるんですね。温度見えないですかね。ここに75とか65とか85とか3段階設定できるカップウォーマーなんですけども、これの85度で温めておきます。そうするとお湯は冷えないので沸かし直す必要がないかなと。で、こういうカップウォーマーを持ってない人はお湯のポットをちょいちょいですね、あったかいのを入れてあげて温めてあげるといいんじゃないかなと思います。でもね、これちょっと深いのでやりにくいんですが、これやるときにこういうスプーンあるとやりやすかったんで、これでね、すくってやっていこうと思います。カップウォーマーでお湯を沸かそうとすると非常に効率が悪いので、湯沸かし器でお湯を沸かしていきます。今お湯が沸いたので、このカップにね、入れとこうと思います。こういうやつです。準備するのはメイクの筆。何でもいいです。少し毛が長いものと短いものがあるといいかなと。あと適当なスプーン。これ交際をね、すくうのに使います。で、交際は濡れないように避けておいて、カボションをこういって置いときましょう。で、ティッシュはね、こうやって折りたたんで、こういう感じで置いて、水が吸えるようにしておくと便利だと思います。リッカさんのね、交際で試そうと思います。これをね、ピタッとお湯につけたら5秒ぐらい。1、2、3、もう5秒ぐらい経ちましたね。このぐらいね、もうでいいです。そうすると、もうペロンと剥がれます。で、ちょっとね、これ今回の少し2回半ぐらいで弱いのですが、こんな感じでね、結構強いです。これ結構、何でしたっけ。で、このお湯でも伸びてるのかわかんないんですけども、この段階でですね、折り目が結構ないんですよ。水でやった場合っていうのは折り目がね、結構出て、ここで折り目をね、こうやって広げたりすると、他にしわ寄せがいっちゃうんですけど、こんな感じ。
縦じわが入んないようにね、十分気をつけましょう。水でやった時は結構入ったんですけど、お湯でやった場合は縦じわが入る確率っていうのはだいぶ下がりますね。もうこの段階でデカールは冷えてるので、ね、伸びたりしないんですけど、これね、なんでだろうっていう、ちょっとね、仕組みというか理論というか、なんでかって理由がわかんないままちょっとやってるんですけど、シワはほとんどなくなったんで、縁がね、盛り上がってると、コーティングした時に、ちょっとね、ボコって出ちゃうんで、ここが盛り上がらないように、縁をね、しっかり押さえましょう。筆でこれ撫でる時にあんまり強くやると、表面のデカールが割れてしまったり、切れてしまったりするので、強く押さずに軽く、でちょっとね、しなりをこう効かすような感じで、やや強く押すんですけど、ぐっと強くは押さないです。これは何度かね、失敗すれば力加減っていうのはわかるとは思うんですが、やって近くにね、してみて、盛り上がりがないかっていうのを見たら、これも完成ですと。もう一個同じ交際があるので、じゃあ水でね、これでやってみたいと思います。ピタッ。で、水でやった場合は、その浸透する時間がかかるせいか、ちょっとね、何分ぐらいでしょうね、30秒ぐらいでしょうか。この、交際が剥がれるまで、そのぐらいかかります。で、ここにはつけとく必要はないので、あちち。ここにこう出しておきます。で出しとけばここにね、見えないかもしれないんですけど、水分があるんで、それをね、しっかり吸収するので、このぐらいの水分量でも全然大丈夫です。ここにつけとくと、あまり長時間つけとくと、この台紙が剥がれて、糊が流れちゃう場合はあるので、取り出した方がいいですね。今30秒ぐらい経ちましたでしょうか。今ね、こうやってずらすんですけども、ちょっとずれてるかなっていうぐらい。よいしょ。これね、しっかりね、水が通ってからずらさないと、デカールがぐにゃって曲がっちゃうのでね、気をつけましょう。はい、だんだんずれてきました。そしたらね、ここに少し水をつけて、デカールを押さえつけて、台紙を引っ張ります。デカール引っ張ると多分破けちゃうので、デカールは引っ張らない方がいいですね。台紙を引っ張るっていう方がいいです。で、こういう感じで、あんまり変わんないっちゃ変わんないんですけど、ここのね、押した時に、こっちにね、シワ寄せがいっちゃうんですよ。これ、水の場合。で、お湯の時は全然それがなくて、ピタッとくっつく。で、これは結構やりやすいのかな。もしかすると、あれですね、艶消しスプレーがちょっとね、少ないからかもしれないですね。今ね、シワがこっちをなでるとここにシワができたり、ここになでるとこっちにシワができたり。これが水の場合はですね、結構頻繁に起きます。私はこうやって縦線にならないように、縦線を中心にしてこうやってね、こう分けてあげるような感じでこのシワを伸ばします。さっき水の時じゃなくてお湯の時はほとんどこれやってないですよね。はい。だんだん綺麗になってきました。でね、縦線がね、ちょっと取れにくいなと思ったら、少し水をつけて、この裏にね、ちょっとね、染み込ませる感じで入れてあげると、シワが少し良くなるんですけど、もう一回シワがついちゃうとね、なかなか取れないので、で、そこを、こうね、また、そのシワを撫でると、その表面のデカールが取れちゃうので、一回チャレンジしてシワが取れないようでしたら、もう諦めた方がいいですね。
はい、だんだんできてきました。でもね、ここら辺にね、シワがね、ちょっとありますね。で、筆についた水分は、こっちにね、ティッシュで拭き取ってあげると、この表面の水分もだんだんなくなってきますので、こうやって感じで、ピッピッ。撫でたら、拭く。撫でたら拭くってやると、表面の水分がなくなります。で、表面が浮いてる場合もあるので、こう浮いてるようなところ、こうやってやるとね、わかるんですよ。ちょっとポコって膨らんでるんで。そういうところに水が溜まってるので、こうやってね、押し出すような感じで。あとこの縁ですね。縁盛り上がってたら、ちょっと押し気味で。シワがつかない程度に押し付けてあげましょう。はい。こんな感じ。これをね、繰り返していこうと思います。もう少しやり方が見やすいように、ちょっと近づけていこうと思います。次は私の作った交際で、お湯と水の違いを比べてみたいと思います。で、まずお湯につけます。1、2、3、4、5、6。はい、もういいですね。で、取ったら、このね、やけどしないようにお湯を取って、この交際をピッてずらします。ずらしたら、このカボションに当てて台紙を引き抜きて、真上から見てね、中心が合うようにやりましょう。でここでさっき私表面に1回つけなかったんですけど、表面につけた方が水分があってこう移動しやすいんですね。で水分がないとこの移動が結構やりづらくて力入ってね破けちゃうのことがあるんで、そしたらこれねもう少し斜めになってれば分かりやすかったんですけど、こういう感じで撫でてきます。でお湯でやった場合はシワがほとんどできないので、これ撫でていけばいいんですけど、ちょっとねこの交際が大きいんで、こういう感じでやっぱり伸ばしていこうと思います。でもねもうほとんどくっつきました。はい、もう出来上がりって感じ。早いですね。お湯はねすごいですねこれね。ちょっとこれねちょっと交際がずれちゃいましたね。で乾燥する前だったらまあ多少ずれはするんで、こうやってずらしていいんですけど、まあ切れちゃう可能性もあるのでね注意してやりましょう。はい、できました。超簡単です。じゃあもう一個今度ですね、この青いやつを水に入れてみましょう。本当に水に入ってるかっていうのをちょっとやってみますね。これで。でまた30秒ぐらい待たないといけないのでどうしましょう。もう一個作ってみましょうか。お湯で。僕沈んだ。ちょっとね沈んじゃったんで、もう一個ね、お湯はすぐふやけちゃって取れるので、なるべくね沈まないようにしましょう。はい、これお湯です。お湯に筆をつけてこうやってやると、あったかいお湯がねいい効果を出すのか。はい、シワができにくい。もうほとんど終わりですね。
うん、超楽、超楽。これは楽ですね。多少私慣れてるので、ね、失敗する率がかなり低いと思うんですが、これはね、何個かやってると、うん、コツつかむと思います。はい、できました。で、さっきのね、水をやってみましょう。もうこれずらしても多分大丈夫だと思うんで。はい。で、これは水でやっていきましょう。で、ここにね、シワができてると思うんですけど、ここを押すと、こっちがシワになって、ね、こっちを押すと、ここがシワになって、で、だんだんこのシワの出っ張りがなくなってくるんですけど、水の場合はね、これがあります。お湯をつけた筆をこうやってやったらどうなのかっていうのはね、ちょっとやってみようと思いますね。もしかするとこれだけでもいいのかな。ああ、これだけでも結構違いますね。でもやっぱお湯につけた方が、なんとなくシワになりづらい気がします。まあお湯使ってるんだしたらお湯だけでやればいいんで、水使う必要はないんですけど、まあね、いろいろものは試しでね。やっぱり水だとそうですね。もともとが、こう伸びてないのか、シワの部分がちょっと残っちゃいますね。でもお湯をつけた方がやりやすい。かなりまた綺麗にできました。すごいですね。水とお湯の組み合わせでもいいみたい。まあ、やる意味はあまりないですけど。はい。で、また中心ずれてるのでね、ちょっとね、軽く押さえて移動する。はい、これで OK ですね。はい、できました。どうでしょうか。こんな感じでどんどん作っていけるので、かなり効率がいいんじゃないでしょうか。もう一回ね、喋らないでやってみようと思いますね。で、やばいやばい。はい、ほとんどできました。何分でしょうね。1分ぐらい、2分ぐらいかねって。ね、最初ね、めくれちゃったんでね、ビビりましたけど、艶消しスプレーが少し薄かったですね。もう少し濃いとね、ああやってめくれたりしないんですよ。2.5 よりちょっと薄いぐらいかなと思います。私の目分量で厚く3回拭くとかなりね、がっつり。その分ね、シワにはなりやすいんですけど、がっつり、硬いので、めくれたりしないので、
じゃあこれをですね、繰り返して、何か気づいたら、またね、コメントしたいと思います。そうそう、こうやってめくれちゃった時は、これね、細い筆なので、何でもいいと思うんですよ。多分ね、これちょっと造形村さんの、いつも使ってるやつではないんですけど、これで、このね、水分をちょっとね、よく含ませておきながら、こうやって中からね、こうやって、めくれたところをこうやって外に出すような感じ。この毛をね、このね、くるって巻いちゃったところの、このね、小さな隙間に、ね、刺してあげるようなイメージですね。はい、復活しました。次はね、うまく貼れない時のコツっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。デカールがね、うまく貼れない時っていうのは、デカールとこの土台にね、隙間が空いてるんですよね。その隙間をなるべく開けないように。だからこの交際をね、本当は乗せちゃった方が楽なんですよ。で、この上で、太い方、細い方があれば、細い方から乗せて、こうね、こう、ぴったりくっつけて、スッて引く。これ細かい作業なので、このね、細かい作業ができないよっていう人もいるかもしれないんですけど、ピンセットとかを使ってもいいと思うんですが、ピンセットの場合はデカールをね、引っかいて破っちゃう場合があるんですね。台紙の方をピンセットで引っ張ればいいんですけども、なんかね、いろいろ持ち替えたりしてるとね、結局手の方が早いじゃんっていう、慣れたらなんですけど、コツはデカールと台紙とこの土台があまり隙間開かないように、そのぐらいの距離感で引っ張る。それがいいですね。コップの中に手で入れると、中にね、こうやって入っていっちゃうかもしれないんで、このままお湯につけてあげると落ちにくいので、よく水を切ってこうやって持ってきてあげるといいかなと。隙間をぴったり、こうね、斜めにしてね、ぴったりにして、で、ピンセットを使うのでしたら、こっちのね、台紙しかない部分だけをピンセットで、キューってつまんであげると、取れます。で、シワがね、取りにくいなと思ったら、ブラシを厚くして、そのお湯でね、撫でてあげると、ちょっとね、良くなります。筆をね、厚くしてから。ちょっと伸びるんですかね。収縮するのかな。収縮するのか。ね。よくわかんないですよね。で、こうやって撫でてる段階で、ボロボロ表面の交際がこう崩れちゃうようでしたら、艶消しの吹き方が薄いので、もう少しね、艶消しを吹いた方がいいと思います。艶消しスプレーの厚みがいまいちわかんないっていう場合は、全部こうやって切り取らずに、一回吹いて、一個だけ切り取って作ってみて、で、厚みの確認、薄かったらもう少し拭く。もう厚み大丈夫だったらもう拭かないみたいな感じで、スプレーの拭く量っていうのを確認していった方がいいですね。そうすればね、かなり失敗は少なくなるんじゃないかなと思います。いろいろいつもね、話しちゃうんでね、無駄に長い動画になっちゃうんですけど、失敗例とかをね、言わないと、意外とね、難しいんですよね、これね。私はもうね、これ慣れちゃったんで、失敗しないようにね、できるんですけど、やっぱり最初の方ってね、やり方がわかんないから、失敗するじゃないですか。で、その失敗の原因が何なのかっていうのもね、やっぱりね、わかんない。
場合が多いんですよね。こういう感じ。ピッ。で今回はハイキューパーツさんのデカールシートを使ってるんですけども、他のねブランドのものはねどうなのかっていうのは試してないんですが、デカールっていうものがそんなにメーカー間でね素材が違うっていうこともそんなに考えにくいと思うので、同じ結果が得られるんじゃないでしょうか。もしね他のデカールシートでお湯の方が綺麗に貼れたよっていうことがあればね、ぜひ教えてください。それをねまたね情報を拡散すればですね、また新たなねいろんな情報が集まってみんながね作りやすくなるので、せっかくね自分でお金を出したねデカールシートですからね、別に言わなきゃいけないということはまずないので、お湯のつけ方をもう少しねやってみますね。こういう風に置いたら、こう少しゆっくりねやります。ゆっくりやらないとこの交際がちょっとねボロっていっちゃうんで、こんな感じでお湯を切ってここにのせて、で少しねずらせばデカールがずれるんで、この台紙をピッと引いて、あと撫でる。一番最初にやった時は艶消しスプレーが、ね、量少なかったんだと思うんですけど、デカールがねペロッペロでもうつけにくかったんですが、ね、あの時の苦労は何なんだって思いますよね。ソフビ盛りも同じようなことが言えて、最初ねあれだけ表面処理がもう死ぬほど大変だったのに、一回ちゃんとしたねやり方を覚えるともうそういう状態には陥りにくくなるんで、だいたい完成のめどっていうのが立つようになってきました。昔はね2日やろうが3日やろうが全く完成のめどが立たなかったんで、もうやめちゃおうかと思ったんですけど、それではね動画の作り手としてはねちょっとね情けないんでね頑張りました。っていうかやっぱりねキャラドを作るにはソフビ盛りとかパテ盛りなりのこの造形を変えるっていうのが必要なんで、信念でやったっていう感じでしょうか。はい、こういう感じで落ちないようにもうさっとね今ね私は今ねピンセットで使ってるんですけど、無理にピンセットは使わなくても大丈夫です。でこうやってるのは何かっていうと、水分を取らないとデカールの間にね水分が入って浮いてしまうので、これを取ってるんですね。しばしばのところはもう一回お湯をつけた筆を熱い筆で撫でてあげてシワを取ると。カップウォーマーは Amazon さんで買ったもので、ちょっと高いんですね。2500円ぐらいかな。で3度設定できるもの、65、75、85、100均で売ってるものは多分温度設定は一定のものしかないと思うんですけど、それでも多分大丈夫だと思います。ただね50度ぐらいしか出ないとちょっとどうなのかなっていうのはあるんですが、でカップウォーマーの楽なのはこれずっと保温してくれるので、一定の温度なんで、ね、温め直しがないのは楽ですよね。ディーラーさんでしたらきっとねたくさん作るからこのカップウォーマーを買っといた方が楽かなと。困ってないよっていう人は全然今までのね通りでいいと思うんですけど、ちょっとね失敗率があるんですって、数は少ないけどあるんですっていう方は是非ね参考にしてください。私の動画は機密事項とか一切ないので、もう何て言うんですかね、あるものの組み合わせなんで、ね、絶対誰かしらやるじゃないですかこういうことって。だからね私の動画とかお伝えしてることで人に話しちゃいけないとかねなんか書いちゃいけないっていうのはまだ一切ないのでですね、一
人に伝えても大丈夫ですし、記事として書いても全然大丈夫です。で、今ふと思ったんですけど、こうお湯でやった時にこうシワがなりにくいっていうのは、デカールが小さいとシワになりにくいんですけど、こうお湯で縮んでるってことはないかな。ちょうど同じ虹彩が残ってたので、これで水につけた時の虹彩のサイズとお湯につけた時の虹彩のサイズっていうのを見てみたいと思います。デンタルフロスのこれでいいですかね。これちょうどね、プラスチックで白くて見やすいかなと。今剥がれたんでぴったりくっつけてみようと思います。あ、やっぱりちょっとちっちゃくなってるのかな。なんかサイズ違いますよね、これ。じゃあそれを検証するのに、もう一個ね、隣にね、お湯を置いてみましょうか。この時点でね、すでに大きさが違うんじゃないか疑惑がね、ありますからね。うん、同じですね。縮んでません。よかったよかった。これね、もしね、縮んでたらね、そりゃつけやすくなりますよね。だって、ちっちゃいんですもん。デカールはどれくらい乾燥させるかっていうのは微妙なんですけども、説明書には書いてなかったんですけども、YouTube の動画だとかを参考にすると、だいたい1日やった方がいいですね、みたいなことは書いてあるんですが、ここはね、難しいですね。今ね、何してるかっていうと、気づかずちょっと膨らんでるところがあったんで、もう一回ね、お湯つけたらね、治ったんで、それをやってます。この次にレジンのコーディングするので、中に水分が入ってると良くないと思うので、しっかりね、風通しのいいところで乾燥させて、時間は約24時間ですが、これはね、個人で適正な時間っていうのをね、測ってみてください。どうやって測るのかはね、ちょっとね、私もわかんないんですけど、適当ですいません。少しですね、時間長くなっちゃったんで、これ貼るところで一旦終わって動画アップしようと思います。で、レジンのコーティングはすごい簡単なんで、短い動画なんですけども、ちょっとね、分けた方が見る人も見やすいかも思いますので、次のね、レジンのコーディングも楽しみにお待ちいただければと思います。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。さようなら。